ネットフリックスがワーナーブラザーズを11兆、買収確定したんだ。今後映画業界はどう変わるでしょうか。ネットフリックスの場合は、ネットフリックス専用の映画をずっと作り続けるっていうのをやっていて、映画プロダクションというところ、ディズニーだったりとか、もともとワーナーだったり、レジェンダリーとかっていうところと、映画館業界っていうのがあって、映画館業界からは基本的にネットフリックスは嫌われてるんですよ。戦神もそうだし、そのネットフリックスで割とお金を使って有名になった作品みたいなやつっていうのは、映画館を通さないので、なので映画大好きだよねってみんな言ってて、今年何本映画見たって言ってみんなそのネットフリックスとか Hulu とかの映画を見るんですけど、映画館では見てないっていう人が多くて、映画館にはね結構嫌われてるんですよ。確かカンヌはネットフリックスの作品は表彰されないんだったかな。アカデミー賞はネットフリックス作品でも候補に上がるよみたいな感じしてると思うんですけど、結局ワーナーが子会社になってしまったっていうのだと、ワーナーで映画を出しつつ映画館に出すのは量を絞ってネットで見てくださいねメインでみたいなやり方になっちゃうっていうのも可能になってくるので、そういう意味でいくと多分映画館というのはもう基本的には斜陽産業まっしぐらってことだと思うんですよね。結局日本の場合もなんかその鬼滅の刃ばっかりやってたりとか、人気の映画があるおかげでその人気の映画を見る人たちっていうのがドワーッと来て、表向きそれなりに映画館って人がいるよねっていう風に見えがちなんですけど、日本人のほとんどの人って年間に1個しかみんな映画見ないんですよね。鬼滅の刃の時だけすごい人がいて、1年間それ以外の365日のうち364日間っていうのはほとんど人いないよねっていう風になってしまうっていう構造なんですけど、アメリカとかだとまだショッピングモールとかにある映画館とかですげえ安いやつとか、あと緩いんで、そもそもアメリカ土地が安いっていうのもあるんですけど、映画館5個ぐらいあるんだけど、1回チケット買って入ると他の映画も見れちゃうみたいな、結構緩いセキュリティだったりするんですよ。入り口が1個で1個見終わって別なホール入ったら別の映画見れちゃうみたいな、そういう緩さとかがあったりして、それはそれでいいよねっていうので、一日中映画館に入れるっていう楽しさがあったりとか、ポップコーンは食うんですけど、フランスだとは映画見放題パスみたいなやつがあって、僕3年ぐらいかな、ずっとそれ使っていて、2日3日に1回必ず映画館に行くっていうやつなんですけど、それも月に5000円ぐらい払うと2人映画見放題っていう、基本的に暇だったら映画館に行って映画見るよみたいな感じで、1本あたりで行くと多分300円とかそれぐらいで見れちゃうんですよね。毎日見てるんだったら1日に1回200円とかで見れると思いますけど、っていう感じで映画の値段を安くするっていうことで映画館に当然行ってそこでお金を落とす。で別にそんな高くないよねっていう感じのシステムで他の国やってるんですけど、日本が映画館行かないのは当然だよねって思いますね。だって高いじゃん。1800円とかしない？僕感覚的に映画って1500円ぐらいと思ってたら、1800円とか、前なんか出てくる2000円とかで、2000円払うんだったら、ネットフリックスのハイビジョンコース契約して、家のテレビで見た方がよくねってなっちゃうと思うんですよね。スマホコース800円とかだと、ちょっとみんなで見るの微妙だよねってなると思うんですけど、それはやっぱちょっと映画館、日本は高すぎだよねっていう。それぐらいお金かかるんだよっていう理屈はわかるんですよ。ただ結局それなりに広さを用意してそれなりにスクリーンを用意するっていうのはお金かかるんだから2000円ぐらい取らなきゃいけないよねはわかるんだけど、空席の状態にするぐらいだったら安くしてても映画館の楽しさというのをちゃんと伝えた方がいいよねっていう方向性でやるべきなんですけど、これ映画館業界の話になってしまうんですけど、日本の映画館って独立した映画館っていうのはそんなに多くなくて、基本的に系列なんですよ。東映系列とか東宝系列とかって言われるやつなので、東映系列というのは東映の映画がこう流れてきて東映の映画が見えるよね。で東宝系列なら東宝の映画なので東宝が見れるよねっていうのがあったりするので、なので東映東宝が儲かっていれば良いよねっていうところで、映画館自体がそこまで儲からなくてもなんとかなるよねっていう構造だったりするんですよね。で逆に日本だと単館系と言われる中野にあるやつとかだったりとか、映画館のオーナーがこの映画いいよねっていうのを自分で契約し仕入れてきて、その映画館だけ出す中野ポレポレみたいなのとか、カメラを止めるなっていう日本アカデミー賞を取った映画とかは、あれはもともと単館映画で確か始まったんですけど、っていう感じで割とその単館映画系っていうのは映画館の人のどちらかというとこう目利きがあって、こんな面白い映画があるんだって発見する喜びみたいなのもあって、映画館って面白いなってなるんですよ。映画館って面白いなって何かっていうと、
この映画を見たいなじゃなくて、映画館に行ったら面白い映画が見れるよねっていうのを作れるかどうかだと思うんですよね。本屋に行く人って、この本を買いたいと思って本屋に行く人もまあいるんだけど、なんとなく本屋に行って面白い本に出会って買って読むっていうのも本屋の喜びだったりするんですよ。で、ここの顧客層っていうのをどう育てるかっていうのをやるべきだったんだけど、残念ながらそこの顧客層を増やすのでなく、鬼滅の刃見たいよねっていう人を作ってテレビ CM とかして、鬼滅の刃だけ見て帰るみたいな。別に映画館で流れてる他の映画には全く興味がありませんみたいなっていう感じの構造をやり続けちゃってるんですよね。鬼滅の刃だったら見たいから2000円全然払うようなんだけど、なんだかわかんない映画で面白いかどうかわかんないのに2000円払ってください。やっぱきついんですよね。で、これがじゃあなんか300円ぐらいやったら2時間潰れるし、友達と300円で見るとか500円ぐらいで見るとかっていうのだったらまだ成立すると思うんですけど、そこら辺のなんかビジネスモデル自体がもう映画館というのは変える気がないので、なので映画館業界が移されていくのは当然だなというふうに僕は思っちゃいますけど、映画館ってそんなに画質も音質も良くないよね問題っていうのが出てきちゃったんですよね。昔は良かったと思うんですよ。僕はApple のビジョンプロってやつを使ってるんですけど、自分のその目の前にものすごいでかいスクリーンがあるのと同じ状態になっていて、これにApple のこのなんとかプロ2っていうイヤホン使ってるんですけど、これを使うと一応 5.1 チャンネル的なものが実現できちゃったりするんですよ。音が後ろから鳴るとか横から鳴るとかっていうのも実現できちゃったりするので、映画館の良さっていうのはスピーカーがしょぼい映画館だと全体にないんだけど、後ろで爆発した時後ろから音がするとかっていうのが映画館の良さで、スマホで見てる場合って音ってスマホからしか来ないじゃないですか。だから後ろから誰かが忍び寄ってる音とかって再現不可能なんですよ。でもその 5.1 チャンネルとかの場合だと、後ろから誰かが忍び寄る音みたいなのもわかるんですよ。一応映画館とかにドルビーアトモス対応とかもあるんで、本当いい映画館だとちゃんとやってますけど、そんなに大したことない映画館っていうのもあったりとか、家でもそれなりにいい環境というのがもう作れてしまう時代になっちゃったんですよね。ちなみにね、iPhone でも 5.1 チャンネル対応している AirPods つけると後ろから音がするみたいなのができたりするので、映画館に行かなければ味わえないっていうのが大画面だよねっていうのも Apple Vision 的なやつできちゃうのと、あとやっぱ映画館嫌なのは他人がうるせえっていう。何かの世界に没頭したいから映画という創作空想の世界に行くわけですよ。例えばドキュメンタリーとかって現実の話だったりするから他のことを考えちゃうんですけど、創作って世界に没頭したいわけじゃないですか。鬼がいて炭治郎が戦ってるという世界に没頭したいのに、横のおっちゃんが携帯開いてシカシカしてるとか、後ろでこうくっちゃくっちゃ聞こえたりとか、カップルがあれ何何が起きたのとか解説をしてるとか、マジうぜえとかってなるじゃないですか。っていうのを考えると映画館好きじゃないですよね。で、僕飛行機好きなんですよ。これなんで飛行機好きかっていうと、飛行機ってある種映画館と一緒で、そもそも飛行機ってめちゃくちゃうるさいんですよ。ずっとゴーって流れてるので、で、さらに大体みんなもう寝てるんですよね。飛行機でもよりますけど、イヤホンとか自分の持ってたやつつけてとか、ノイズキャンセラー的なヘッドホンとかつけたりすると結構周りの音とか聞こえなくなるので、なので周りの音を全く聞く気にならない状態で画面に没頭するっていうのが飛行機の中はできるんですよ。画面ちっちゃいんですけど、自分とこうモニターの距離近ければ別にそこまで気にならないので。なのでイヤホンで聴けるっていうのが割と僕はなんかね、下手な映画館で周りに人がいるよりは全然マシかなっていう。で、ただ映画館のしか味わえない良さっていうのがあって、マインクラフトムービーをフランスで見て、動画確かツイッターに上げたかな。たまたま空いてるからこれ見に行こうかって見に行ったんですけど、めちゃくちゃ大盛り上がりだったんですよ、フランス人のお客さんが。ジャック・ブラック出てくるだけで、わージャック・ブラックみたいな、マインクラフトのキャラが出るために大騒ぎしてて、それはそれで面白いんですよ。みんながこう騒いで盛り上がると、なんか面白いかもってなるので、応援上映ってやつ、あれは僕は映画館の新しい方向性かなと思ってて、日本人って別にサッカー興味ないけど、みんなでサッカーをなんか日本代表を応援するとちょっと楽しくなるじゃないですか。臨場感のノリとかライブのノリみたいなのを映画館でやるっていうのがあって、それをやってくれる時の映画館は僕の中でちょっと評価高いんですけど、日本人あんま騒がないんですよね。鬼滅の刃を多分アメリカの映画館でこう撮ってるやつをちらっと見たんですけど、で、それもね、やっぱね、アメリカ人超大騒ぎなんですよ。もう鬼出るだけで、鬼だみたいな騒いでて。騒ぐんなら騒ぐで、みんな騒いでほしいんですよ。中途半端にこそこそ喋ってるやつがいるっていうのがダメで、誰も喋らないか、めちゃくちゃ騒ぐかのどっちかにしてほしいんですよね。横の一人がごそごそやってるとか、後ろがちょこちょこ喋りしてるとか嫌なんです。なんかすいません。僕の個人的な願望の足になっちゃいましたね。はい。というわけで映画業界はちょっとね、映画館というシステムというのは今後は厳しいんじゃないかなっていう
サブスクという仕組みがあまりにビジネス的によくできてるので、サブスクに集約されてる方向になると思うんですよね。で、サブスクに集約される方向になってるよねっていうのは大体もう映画業界は分かってるので、なのでディズニー系とネットフリックス系の多分2つに分かれていくんじゃないかなと思います。ネットフリックス一強になってしまうと、映画制作会社側としても条件闘争っていうのがひたすらネットフリックスさんに従うしかなくなってしまうので、なのでディズニーとネットフリックスをちゃんと天秤にかけられるようにっていう形になるので、なので配信系はディズニープラスとネットフリックスに分かれていくんじゃないかなと。Hulu とかなんだっけそれとか Unext ってなんだっけそれみたいな。っていう感じになるかなと。Amazon プライムはね、またちょっと別のポジションで映画会社じゃないんですよ。あくまで Amazon プライムという定額に入ってると音楽が聴けたりとか映画が見れたりとか、いろいろ付加価値があるからお得でしょっていうところがかかってるだけだって、映画業界の中で映画のシェアを取ろうっていうほどのものではないんですよね。ボーイズとか結構面白いものはあるんですけど、とはいえなんかそこまで映画産業の中に大きなポジションを取ろうと思ってるわけではないので、2強プラス1みたいな感じになってくるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。